その音色って録音の中でどういう、まあ位置づけって言ったらおかしいですけど、重要性はあると思うんですけど、先ほどの録音で言うとどういう形で音をこう決めていかれましたかね。まあ最初にマイクロフォンを置いて、で演奏者から最初に音がパンと出てきて、そこから何か判断をされて自分の求める音、あるいは演奏家が求める音をこう探りながら作っていくんです。その中で言うとどういう音の印象が重要なファクターなんですかね。まあ、今回ちょっと録音実際にやってみてまあ、ちょっとそのあらかじめ伺ってた音色のことも意識しながらやってたんですけど基本的には、まあ、さっきねおっしゃったようにこう空間と音色っていう2つは常に意識はしてるんですけども、とは言ってもやっぱりね多分音色がある意味何ですかねこうまあ絵に例えるとあれかもしれないけど、そのなんか例えばなんか人物画だったらその人物そのものみたいな感じなんで、やっぱりそこのクオリティがちゃんとしてないと、空間ってやっぱりちょっとその背景だったり全体のこの何ですかねこうトリミングの仕方だったりそのなんか全体の雰囲気みたいなものだと思いますけど、そのやっぱりその中心となるものがどれだけきちっと捉えられるかっていうことかなと思うんですよね。でまあ大体まあ今日やった、まあ、3種類のマイクロフォンを使ってでそれぞれやっぱり近いマイクっていうのはその割とこうディテールを捉えるためだし、遠くのマイクはまあ部屋の響きを取る。でその真ん中にあるその、まあ、我々メインマイクとよく呼んでますけど、でメインマイクっていうのが多分レベル的には多分一番こう支配的になって、である程度やっぱりその音色が、まあ、音色というか全体的なそのイメージがすごく中心になるんで、で大体まあまあ、今日はバッハと聞いてたんで大体バッハのイメージでということのことと、大体まあ録音やる時のこの、まあ、特にバイオリンだったらこのマイクみたいなマイクのチョイスもあるじゃないですか。そうするとその中で大体このぐらいの位置でこれぐらいの音がするだろうというのは、まあ、このスタジオでやったらこうだろうなみたいな、まあ、ある程度経験値があるので、まあ、大体その距離とか考えて、であとはもう本当に出てきた音で。まあ、もちろん今日だと山田さんのその楽器の音色もあるし、まあ、弾かれるあれもあると思うので、ちょっとそれがどうかなというのは思いましたね。で最初ちょっとここでいろいろ弾いていただいたのは、まあ、ちょっとその実際やっぱり生の音がどうしてるかっていうのがすごく大事なんで、生の音を聞いた上でマイク通してどうかとかですね。でとは言っても聞いた通りにやっぱりなかなか難しいので、それをこうどれぐらいにしとくかっていうのがあって、で今日まあ聞いていただいて、まあ、僕自身もちょっといろいろ感じてた部分はあるんですけども、まあご本人のおっしゃってるのとできることなら割とこう二者選択一的な、こっちとこっちどっちがいいですかみたいなんでそのアプローチをどっちの方向がいいのかっていうのをちょっと確認したりはするんですけど。それは、音を提示してどちらがってそうですね。言葉よりやっぱり音で提示して、あ、こっちの音が好まれてるんだったらこういう要素だろうなっていうことですよね。言葉はねよっぽどこうなんですか付き合いが長くて、そのこの人の言ってるこの言葉はこうだろうっていうのが分かればいいんですけど、そうじゃない、まあ、今回もね山本さんの録音初めてだったのでご本人がどういう思考かっていうのはやっぱ言葉だけやるのは僕はちょっと難しいといつも思います。柔らかさみたいな言葉が出てましたよね。でも柔らかさっていうのもいろんな、ね、例えば響きなのかそれこそ周波数特性なのか、難しいですよね。そうですね、難しいです。だからもう時間があればね例えばもうマイクを変えるとか、もういろんなありますよねチャレンジしてみたいんですけど、まあやっぱり限られた時間の中だと何ができるかなみたいなことですね。なんかもうちょっとこうしたらいいなとかありますか、その音的になんか難しいですかねなんか。
まずはもうちょっと自分でもうちょっとああ、変えてみて、それはなんかできることが、はい、それ例えばどういうことを今聞かれて、もうちょっと例えばなんか弾き方をどうしようみたいな感じあります？なんかもうちょっと力を抜いて、力抜く、なるほど、そうですね。パッと聞いた印象として、なんだろう、もうちょっとなんか柔らかいみたいな感じがいいですか？それともそうですね、割と今ちょっと割とちょっと強いなっていう感じがしたので。なるほど。今これマイクいくつか立ててるんですね。はい、で、例えば今、これはなんですかね。目の前に立ってるやつだけで1個後ろにあるやつなんですけども、全部で3種類あるんですよ、今回ね。はい、で、そういう意味じゃ2つ目の真ん中のやつなんですけど、このマイクに、大体これがメインなんですけども、ちょっと近いマイク少し足してるんですね。なので、方向としては、今の音って今パッと聞かれてどうですかね。さっきとそんなに印象変わらない。そうです。なるほど。わかりました。はい。あとだからちょっと後ろのマイクっていうのが、割とちょっとこうなんですかね、これがそういう意味じゃちょっと後ろで聴いてるみたいな、よくなんですかね、ホールの中で聴いてるみたいな感じなんですけど、だから少しそうですね、ちょっと今少しマイクを直してみようと思うんですけれども、例えばだからちょっとこれを少しだからですよね、この。さっきよりもちょっとこうなんですかね、ちょっと後ろでちょっとさっきよりも下がって聞いてみたいな感じにはなるかなと思うんですけれども、好みとしては好みというかどうですかね、方向性として。あんまり変わらない。そうですね、まだちょっと強いなって思うので。なるほど、わかりました。じゃあちょっと全体的に少しちょっと柔らかめになるようにやってみましょう。はい。おそらくそれでちょっとね、多分弾き方も変えられたらだいぶ変わると思うので、あと何かありますか？なんかちょっと聞かれる。他に。ちょっと何回かやってみて。そうですね。はい。わかりました。じゃあちょっと時間いただいて少し直しますね。変わりました？どうですか？なんかもうちょっと丸い感じの音っていうのがなったりするんです。なるほどなるほど。だいぶ今弾き方は変えられましたよね。そうですね。という感じがしました。もうちょっと丸い感じですね。なるほど。わかりました。ちょっともう少しいろいろやってみました。はい。大丈夫ですか？はい。はい。大丈夫でしょうか？大丈夫でしょうか？大丈夫だと思います。もう演奏もバッチリだったと思います。なんか気になるところ、大丈夫ですか？大丈夫です。はい。ありがとうございます。じゃあ録音はこれで。これで、はい。よかったです。はい。録音ってスタジオで当然今日この環境だと生で聞けて、でマイクを通した音をスピーカーで聞くわけじゃないですか。それを同じにしようとはしていないですよね。同じにしようとはしてないですね。ですよね。してないですね。というのはさっきもちょっと言われたけど、やっぱりイメージしてる音ってやっぱ人によって違うので、僕がここで聞いた音で思ってる音っていうのは多分僕の思ってる音なんで、
それと全くもし仮に一緒になったとて、他の人が聞いてる音のイメージは違うかもしれないんですよね。だからそこがやっぱり録音やるですごく難しくて、そうなんですよ。だからその方向性がある程度分かれば、こうすればいいなとかできるんですけども、そこがやっぱりブレるとすごくやっぱり録音難しくなりますね。今日も山本さんおっしゃってたように、録音の音はどちらかというと自分が弾いてる音に近いって先ほどもおっしゃった。でも演奏家としては遠くに音を届けたいんだっていう。でそこは当然その遠くの音っていうのは聞くことはできないけど、そこはその音量ではなくて届けるためのいろんな双方の工夫をされるってなるんですけど、今日は私たちはその録音の現場に来ている、で演奏家の人の話も聞いてる、で演奏家の生音も聞いてる、で亀川さんが作られた音も聞いてるから、その決定するプロセスも、最終的な音も聞いてるから、とても何て言うんですか、こう納得感があるというか、当然こうなったんだってなりますよね。ところがこれを、全くこのプロセスを知らない人にポンと届けた時に、その人たちがどう感じるかっていうのはなかなかまた難しいですよね。そのあたりって録音、最終的な出口の責任者じゃないですか。で、いろんな環境でそれこそイヤホンで聞く人もいるだろうし、スピーカーで聞く人もいるだろうし、どういうなんですかね、形で届ければいいのかって難しいですけど。難しいですね。そこはもう未だ答えはないんですけども、やっぱり今までやってきたいろんな経験からすると、とりあえずというかここでできることの最大というか最高のものをやっとくっていうのは絶対必要だと常に思ってて、やっぱそのクオリティの、ある種のこの範囲みたいなのは絶対ないとダメかなと思うんですよね。でそこから先は本当におっしゃったように再生装置によって全然変わってくるので、難しいですよね。だから最初からその再生をターゲットに考えて作るっていう考えもあると思うし、もう絶対この録音したものは、例えばなんか駅のホームで再生するみたいな、そういえば今までやったことあるんですけど、そうすると実際駅のホームって絶対こんな音でスピーカーこんなんだしみたいなと、やっぱりそこでの音色を想定した作り方、例えば結局低音あまり出なかったり、ちょっとじゃあちょっとこの辺が分かるようにしようみたいな、そういうことはやることあるんですけど、そういうものすごくそういう例っていうのはやっぱりすごく特別で、普通はやっぱりいろんなところで聞けるようにということであれば、ある程度のこのクオリティの必要っていうのはあると思いますね。昔に比べるとその視聴形態っていうんですか、あるいはリスニング形態が幅広くなりましたよね。そうですね。もう圧倒的に。先ほどね、山本さんと話をしてる時に、山本さんも学生の時はスマホはなかったとおっしゃってましたけど、スマホっていう媒体が出て、それこそスマホのスピーカーで聞いてる人たちもいるし、あそこにね Bluetooth のイヤホンをつないで聞いてる人もいれば、もちろんスピーカーで聞いてる人もいるし、そうですね。なかなかでも多分共通する何かがそうですね。あるんでしょうね。あると思います。これ本当ちょっと難しいんですけど、一つはねやっぱりダイナミックレンジみたいな、音量感みたいなのが多分あると思いますね。やっぱり本当にちっちゃなスピーカーで聞いてもちゃんとある程度ダイナミックスが分かるみたいな、そういうやっぱり録音っていうのはやっぱいいんだと思うんですよね。大きなやつで聞かないとあれが伝わらないんだとすると、やっぱりそれはやっぱりなんか違うのかなと。あれはあれですかね、ダイナミックスということは小さい音が聞こえるし大きい音が飽和しないし、そうですね、そのある良き幅に入ってるってことですよね。昔放送がね、デジタルになった時にもうこれミキサーは何もなくて済むんだって言ってたけど、結局放送してみたらねちっちゃい音全然聞こえない。特に放送の場合はそうですよね。夜聞いてるね、当然上げなきゃいけないし。
やっぱりある程度こうちっちゃい音がちっちゃい音だと分かるようなある程度の音量だったり、でそれもやっぱり大事なのはやっぱりなんかこうなんですかね、こうレベルの中心みたいな、そういうものがどの辺にあるかみたいなすごく大事かなと思いますね。聞こえないといくらそうなんですよ。ね、聞こえないとねやっぱり上げざるを得なくなるんで、やっぱりこれをお客さんがやるっていうのは、それは違うと思います。違いますよね。ただとは言ってもものすごくうるさい環境でね、聞かないといけないみたいになったら多少は必要になってくると思うんで、その範囲はちょっとあれかと思うんですよね。だから全て適用するのは難しいと思うんだけど、かといってねそれこそものすごいスタジオみたいないい環境でないと伝わらないというのはやっぱりちょっと違うかなと思いますね。先ほどその録音は音色がその一番中心で、空間っていうのはその背景みたいっていう話がありましたけど、さっき山本さんにも印象をこう分解できますかって聞いて、なかなか難しいんですけど、その当然いろんなことをこう判断をしながら音を最初に決めていくじゃないですか。でご自身でこう判断のその要素をこう頭の中で分解すると、それを言葉で表すとどういうその判断要素がありますかね、録音の言葉で言うと。そうですね。これ本当ちょっと言葉として本当難しいんですけれども、やっぱりなんか例えば今日のバイオリンという音で言うと、やっぱりバイオリンが持ってるその何ですかね、バイオリンらしさというか、でそれはやっぱりあると思うんですよ。でそれをちょっと言語化するの難しいんだけど、でも実際録音する時に割と意識してるのはやっぱり距離感っていうのは割とこうなんていうかな、こう分かりやすいかなと思ってて、やっぱりすごく近づきもう本当なんか耳元で演奏してるみたいなのはやっぱりちょっとあんまり良くないし、やっぱりすごくね離れてなんかちょっと遠くでボケてるみたいな、でなると適度なこう位置にだからある程度その本当になんか存在感みたいな、そこをちゃんとこう表現できてる音色みたいなのはあるのかなと思いますね。マイクロフォンってやっぱりどうしてもその近づければすごく細かい音取れてくるし、やっぱり離れるとそれは少し軽減されるけどやっぱりちょっと音がボケてくる、いやちょうどいいところってあると思うんですけど、やっぱりそれは楽器によっても違うし、もちろん場所によっても違うしみたいなところで、ただいろいろ自分がやってるプロセスを考えるとやっぱり明らかに自分の中にこのある種のこうなんだろう、自分がいいと思うこの範囲みたいなのあるなとは思います。きっとありますよね。あります。でただそれはいつも意識してるのは、今日みたいに例えば山本さんに聞いてもらった時に、自分がいいと思ってるのとどれぐらい差分があるかですよね。でその、彼女がいいと思ってるそこが分かれば割とこうすんなりいくなと。いや自分のに対してもうちょっと近めかなとか、あるいはもうちょっとこうそれこそさっきの言葉で言って柔らかさみたいなのはちょっと割とよく使うけど、その柔らかさって言ってるのがなんてですか、こうふわふわしてる柔らかいなのか、こう手触りみたいなものなのかとか、ちょっといろんな柔らかさ種類があるじゃないですか。そういうのがこう分かってくるとちょっとこういいし、それが分かると楽しいですよね。さっき山本さんの話の中でもそのオーケストラの演奏者同士あるいは指揮者とのやり取りの中で、言葉で言われたことを自分たちは音にしてこう提示して、それがこうお互いに分かってくると、一つのこう、塊としてなんか生まれていくって、だから多分音色の難しさって口で言ったその言葉を言ってもなかなか難しいし、そのねだからこそ面白いことなのかもしれないですけどね。今日もちょっとその辺を意識してたのは、いくつかそのマイク種類を考えてて、で例えば今日だとメインで使ってたのは、あれ一番僕が昔から使って TPA の全指向のマイクですよね。でスポットで使ってたやつはあれは最近出てきたオーストラリアオーディオで、あれ指向性が切り替えられたりできるんで、最初ちょっともう本当に
単一のなんかうんやろうかと思ったんだけど、やっぱり指向性ちょっと切り替えられる方がいいかなと思って、今日はあれを使ってみて、結構最終的に指向性をどう変えたんですよ。あれれ最初単一にしてたんですけど、いわゆるサブカーディオイド、ちょっと全指向みたいに広げて、その分マイクの間隔もちょっと広げたんですね。でそれはやっぱり山本さんの言葉の中にあった柔らかさみたいなのを考えた時に、これ単一だから硬いとかそういうことではないんですけど、やっぱりもうちょっとこう低音取れるといいのかなと思って、ちょっと低音取れる方法を位置とか、立ち位置とかもそうだったんですけど、ちょっと相談しながらどうすればいいかなっていうのを考えながらやって、で一応戻れるようには考えてます。だから違ってたらあれなんで、でちょっとこれでやってみようと思って、だから最終的にはバランスも最初聞いてもらったのはもう DPA メインなんですけど、これでいいって言っていただいたのはスポットが割とちょっと強めになってます。でその分ちょっと距離も少し使えるようにと思ってやって、結果的にね納得いただいたからよかったんだけど、ちょっと違うなと言われたらあと多分30分か1時間ぐらいああでもないこうでもないってやってるでしょうね、きっと。録音を今日する最初にリバーブどうしますかっていう話がありましたね。で今回は音色だということもあって、リバーブはじゃあここの残響というか間接音だけでいきましょう。でここにリバーブというものが存在するとまた一つある意味こう何ていうんですかツールが増えるというか音を作っていける。割とねそういう意味じゃリバーブはすごくコントロールしやすい、非常に。そうですよね。なので例えばこういう音がいいですって言われた時に、リバーブだったらここを変えるとこうなるなみたいなのが、マイクよりは割とね手軽にできるので、そういう意味の良さはありますね。あと今日は全部2個のマイクロフォンのペアですから、いわゆる2チャンネルステレオですよね。これ 3D でもしやってたらまた別のまたいろんなことが幅が増えるんですかね。やるんですただ僕も 3D ずっといろいろやってきて思うのは本質的には一緒だと思うんですよ。本当にさっき言ったようになんですかオブジェクトという、オブジェクトはあんまりちょっと言葉かもしれないけど例えば今日で言うとバイオリンというものの音をどうやって捉えるかということと、あと空間どうやって捉えるかなんで。立体 3D になったとしても考え方自体は一緒だと思いますね。ただやっぱり使うマイクがねやっぱりどうしても増えてくるので、これモノだったらどうですか？モノだとすごい難しいですね。ですよね。それこそ空間ってやっぱりある程度空間の響きっていうのがかなりなんていうかな心地よさを与えてると僕は思ってるので、いわゆるステレオのちょっと広がってるとか空間がなってるというのはある種なんですかね、この本体の音色をちょっとごまかしてくれてるところがあるので、本当にそれがない状態になると本当にもう何ですかね、音色だけっていうか音色というかね、例えば今日で言うともうバイオリンの音そのものみたいなことをちゃんと出せないといけないので難しくなってます。私たちモノっていう状態で自然界で音を聞かないですよね。そうですね。耳が2つあるわけだから、だからモノにすると音色も当然変わると思いますね。僕は録音何を大切にしてますかって聞かれたら例えば作曲家だったり演奏者だったりやっぱり必ず録音ってね自分は音を出さないので、必ず誰か音を出す人がいてそれを録音するのでやっぱり出す人作曲演奏者要するにその人が表現したいってことがちゃんと伝わるように聞いてる人にっていう役割かなというふうに。それはもう確信を持ってることなんですよね。だからそういう観点で言った時じゃあ音色って何なのかって言われたらやっぱりそれは今のあれで言うとその人がイメージしてる音をそのままできる音色なんだと思うんですよ。でそれはじゃあ何なのかって言われたらちょっと分かんないですね。だからそれはその場その場で変わってくるかもしれないし、そのためには、本当はねその人の思ってることが全部分かればいいんだけどなかなかそうはいかないのでそこをどうやっていくかっていうプロセス。音色は大事で演奏家もね今日山本さんも音色っていうことでそのために
どういう奏法をね、それこそ母音のさ、はいはい弓の速さとかいろんなことで求めていらっしゃる。で録音する立場だともちろん楽曲が求めてる音もあるし、それから演奏家がやろうとしてる音も、それをこう少し客観的にいきながら、そうですね、でもなんかその大事なものを伝えていくって、そこの大事なものにやっぱり音色っていうのは存在をしているけれども、言葉でやり取りするのが難しいということですかね。まあ言葉でできる範囲というかですね、それがまあそういう関係性、信頼感とかそういうのがあればある程度こうできると思うんですけど、やっぱ言葉のやっぱり難しいのはまあ、最終的にやっぱり出てきた音を聞いてもらう、でそれがどうだっていうことをやらないとね、いくら言葉をやってても実現できないとしょうがないので、やっぱりそこで納得いっていただけるかどうかだと思うんですよね。で中にはそういうコミュニケーションを取りながらご本人のその何ですかね、言葉もこう選び方が変わってきたりすることもあるし、まあ、そういう中でこう逆にちょっと違う方向に行くかもしれないけど、最終的にやっぱりその人が良かったって言ってもらえばもう僕はいいかなと。まあそうですよね。それはそう思います。